今回はゲートガーディアンについて解説するぞ。ゲートガーディアン、古くから遊戯王を遊んでいる人だと知っている人も多いんじゃないかな。原作でも登場するし結構インパクトのあるカードだった記憶があるわ。そんなゲートガーディアンは今やリメイクが出て強化が入るまでになった。ここではゲートガーディアン自体の解説やテーマ紹介、派生モンスター、原作での活躍などを紹介していくぞ。ゲートガーディアンを徹底的に教えてもらうわ。ゲートガーディアンの登場は古く1999年8月26日まで遡る。その日は東京ドームで開催された遊戯王初の全国大会があったわね。レジェンド・オブ・デュエリスト・イン東京ドームだな。まさに私のためにある大会じゃない。お前には町内大会がお似合いだ。なんでよ。この大会では様々な特典カードが配布され、入場者特典としてゲートガーディアンが配られたんだぜ。パックでの登場とかではなく大会の特典カードとして登場したのね。入場するだけでもらえるとか私も欲しかったわ。まあ、4万人以上が詰めかけたから入場するだけでも大変そうだけどな。デュエリスト多すぎはロタ。ゲートガーディアンはレベル11で闇属性、戦士族、そして攻撃力は3750で当時だとブルーアイズアルティメットドラゴンの次に、攻撃力が高いモンスターとして遊戯王界に君臨していたぞ。ブルーアイズアルティメットドラゴンの方は融合モンスターだから、デッキに入れられるモンスターでは当時最大攻撃力を誇っていたのね。レベル11のモンスターというのも珍しく、2007年までレベル11はこのカードだけだった。かなり特別感のあるカードだわ。守備力も3400と高く攻守に優れたカードと言えるだろう。このステータスは魅力だし召喚すればほとんどのモンスターを倒せるわね。問題はその召喚が鬼難しい点だ。ゲートガーディアンは通常召喚はできず自分のフィールドのライマシン3が、風マシン10が、水マシン数がをリリースすると特殊召喚できる。通称3マシンね。3体の決められたモンスターが必要な時点で召喚まで時間がかかるし、フィールドに揃えないといけないのも厳しい条件よね。3が、9が、数がもレベル7の最上級モンスターだから、3体をフィールドに出すだけで6体のリリース要員がいるんだよな。今ほど特殊召喚が主流じゃないデュエル環境で3体揃えるとか、何ターンかかるか分かったもんじゃないわ。これなら眠れる巨人ズ神や究極完全体グレートモス出すわよ。そいつらも大概なんだが、ゲートガーディアン自体は他に効果があるわけではないから、召喚したところであっさり除去される可能性も高かったぞ。せっかく召喚したのに即破壊されたら心折れるんだけど、なんなら合体せず3体で殴った方が強い場合も多かったな。3体で殴った方が相手に与えられるダメージ量は上だものね。そんな感じで正規召喚は現実的でなかったことから、まともに召喚して使われることはほぼなかったゲートガーディアン。もっぱらユーフォロイドファイターやズババジェネラルの攻撃力を上げる素材に使われる程度だった。ゲートガーディアン自身で戦っていくデッキはほぼなかったのね。素材にしても他に対抗馬が多く採用されないことも多かったな。せっかく高いステータスを誇るのに活躍の場がないんじゃかわいそうだわ。蘇生カードなどを使って頑張って3マシンを出していくしかない。ペンデュラム召喚が登場したことで次第に出しやすくなってはいくが、それを鑑みても召喚の労力と対価が見合っているとは言えなかったぞ。元の召喚条件がきつすぎるし仕方ない部分はあるわね。OCG で立場がなかったゲートガーディアンだが、原作や一部のゲームではインパクトを残したカードでもあった。ゲートガーディアンは原作だとキングダム編で登場していたわよね。その通りで闇遊戯場の内 VS 迷宮兄弟とのデュエルで登場したんだ。このデュエルは遊戯王初のタッグデュエルで燃えたわ。デュエルのルールも特殊でいつもと違うデュエルを楽しめたわね。ゲートガーディアンは迷宮兄弟の切り札であり、まず2人はデュエル中に謎の箱を展開していく。雷と書かれているしこれは雷仙人か。どう考えてもサンガだバカ。原作ではモンスター自体の召喚ではなく謎の箱としてフィールドに出せていたのね。迷宮兄弟は3マシンを揃えると切り札であるゲートガーディアンを召喚。タッグデュエルだから2人で素早く揃えられるわね。迷宮の門を守る守護マシンとして遊戯たちの前に立ちはだかる姿は、まさにゲートガーディアンという名前にふさわしかったな。出しづらいのが弱点のようなものだけど召喚されたら突破するのは至難の技だわ。原作だと様々な能力を持っており攻撃無効化能力を1ターンに3度使用でき、迷宮デュエルの隣接したモンスターにのみ攻撃というルールを無視もできた。3マシンはそれぞれ相手の攻撃力をゼロにする効果があったけど、原作のゲートガーディアンは似たような効果を3回分使えてしまうのね。しかも自分だけフィールド全体に攻撃とかずるくない？しかも3マシンはそれぞれ単体での攻撃もできたぞ。臨機応変に動けて便利すぎる。ゲートガーディアンは単体攻撃や攻撃を防ぐリフレクション能力などで、デュエルを有利に進めていった。門番らしくめちゃくちゃ強い。しかし、遊戯たちも負けてない。遊戯が水属性の数ガの性質を利用しデーモンの召喚により数ガが破壊される。水浸しになった迷宮にデーモンの召喚の魔高麗が炸裂したのね。数ガを失ったゲートガーディアンだが迷宮兄弟はフォースを使って、遊戯たちのライフポイントを半分にし、その分をゲートガーディアンの攻撃力に加算。出たわねぶっ壊れカード。フォースの力を得て再度遊戯たちを追い詰めるが、城之内がモノマネ幻想詞を使
スカイフォースをコピー。ブラックデーモンズドラゴンの攻撃力が上がり、ゲートガーディアンは戦闘破壊され遊戯たちが勝利したんだ。最後は遊戯と城之内が勝ったけど、ゲートガーディアンの強さも十分伝わってきたわね。ブラックデーモンズドラゴンの攻撃が無効化できなかったのは、数がを失って本来の力が出なかったからと考えられているぞ。3体揃っていないと進化を発揮できないということなのね。とはいえゲートガーディアンのインパクトはすごかったわ。これは迷宮兄弟に憧れてスキンヘッドとゲートガーディアン使いが増えたのでは？残念。ながらどちらも増えなかったな。悲しい。原作と OCG で性能違いすぎるし仕方ないんだぜ。原作での登場はこのデュエルだけだったが、実はアニメ版だとこの後も登場しているんだ。あれ？そうだっけ？アニメオリジナルのデュエルクエスト編で登場しており、ここでも迷宮の門番として遊戯たちの前に立ちはだかったぞ。あ、デュエルじゃなくゲームの世界で登場していたのね。この時登場したゲートガーディアンは OCG と同じ効果、性能になっていたんだ。実質弱体化。そして闇幽族の爪を装備したブラックデーモンズドラゴンによって、再び戦闘破壊されたぞ。こっちではあっという間に退場していた。ゲートガーディアンはその後、遊戯王 GX でも登場しているんだ。あ、こっちは覚えてるわ。この時は迷宮兄弟が再登場したのよね。旧作のキャラの登場はテンション上がるよな。この時は10代&ショー VS 迷宮兄弟で OCG 通りのルールでデュエルすることになる。また迷宮兄弟のタッグデュエルが見られるのは嬉しかったわ。迷宮兄弟は生贄ドールを使いヒューガを召喚。闇の指名者でサンガをサーチし2枚目の生贄ドールでスーガを召喚。カイザーシーホースをリリース要因にサンガを出すんだ。ここまで互いのカードを利用し合ったことでわずかにターンしかかかっていないぞ。OCG 仕様になって揃えづらくなったはずなのに、あっさり3マシンを揃えちゃった。さすが兄弟だけあって連携ぴったりだな。ゲートガーディアンを召喚した後、さらにメテオストライクを装備させ、貫通ダメージを与えながら10代たちを追い詰めていくぞ。魔法カードを駆使して原作とは違った強さを手に入れているわね。しかし、10代が出したスパークガンで守備表示にされる。でもゲートガーディアンは守備力も3400あって突破は大変なのよね。ここでショーがシールドクラッシュを発動し、ゲートガーディアンの破壊に成功するんだ。シールドクラッシュは守備表示モンスターを破壊できるカード、10代とショーの連携が光ったわね。それと同時にゲートガーディアンの弱点である除去耐性の貧弱さが露呈したぞ。これがあるから OCG でも無理して使おうと思わないのよね。それでも原作、アニメでの活躍は目を見張るものがあったと言えるだろう。また、ゲームでは特に遊戯王新デュエルモンスターズ封印されし記憶にて凶悪不利を発揮。いろいろ賛否両論のあるゲーム。このゲームにはアドバンス召喚の概念がなく、ゲートガーディアンを手札からそのまま出せたんだ。最強すぎる、ゲートガーディアン始まった。なお、入手が困難で CPU ばかり使ってくるので、プレイヤー側からしたらトラウマ要素の一つだとか、相手ばかり使ってくるのは勘弁願いたいわ。そんな感じで原作、アニメ、ゲームでは活躍の機会もあったゲートガーディアン。一方で OCG では召喚のしづらさやステータス以外の性能が物足りないせいで、採用されることは滅多になく登場後しばらくは不遇な時代を歩んでいた。まずは召喚難易度が解消されないとどうしようもない感じね。そんなゲートガーディアンに巧妙が刺すので次で紹介していくぞ。これは楽しみだわ。2023年9月23日に、ワールドプレミアムパック2023が発売。このパックでゲートガーディアンの関連カードが多数収録され、カテゴリ化することになったんだ。まさか現代になってゲートガーディアンに強化が入るなんてびっくりだわ。パックにもゲートガーディアンのモンスターが映っているわね。20年以上の月日を経てからの強化だから期待が寄せられていたな。どんなカードがあるのか早く教えてちょうだい。まず代表的なカードとして合体マシンゲートガーディアンがいるぞ。パックに映っているモンスターだわ。見た目はゲートガーディアンそっくりね。実質ゲートガーディアンのリメイクモンスターだ。リメイクだけど融合モンスターになっているわね。融合モンスターなのだが融合は必要とせず3が、9が、数がの3体を手札、フィールド、墓地から除外すると特殊召喚できるんだぜ。おお、3マシンをフィールドに揃えなくても召喚できるようになったのね。墓地からも条件を満たせるのはありがたいよな。融合破片などで素材を集めやすいから召喚までだいぶ楽になっているぞ。昔と違って便利な汎用サポートカードも多いし、素材を揃えやすくなっているのは間違いないわ。ゲートガーディアンのサポートカードにも素材を集めるカードが多数実装されているから噛み合わせも良くなってきたな。マジシャンズソウルズはヒューガを墓地に送りながら、このカードを召喚することができ相性がいい。ブラックマジシャンサポートとゲートガーディアンが組んだら熱すぎる。レベルは12となったがその他のステータスはゲートガーディアンのままで、カードを対象とする効果が発動した際に3回まで無効にして破壊できるぞ。対象限定とはいえ3回も無効化はやばい。これって原作の攻撃無効化を模倣しているのかしらね。おそらくそうだろうな。効果はまだあってこのカードが相手によってフィールドから離れた時に、デッキかエクストラデッキからゲートガーディア
アンモンスターを特殊召喚できるんだ。自身が除去されても後続を呼べるのは強いわ。レベル11以下限定だが召喚条件を無視できるのも優秀だな。効果を見る限りエクストラデッキに入れられるゲートガーディアンモンスターも、新たに追加されたということよね。ああ、これから話すが、合体マシンゲートガーディアンは、リメイク前のゲートガーディアンと比べ性能は大きく向上したと言っていい。出しやすくなっただけでかなりの成長だわ。これならデュエルで高確率で出せそうだもの。では次に他のゲートガーディアンモンスターたちを紹介していこう。まずはライフーマシンゲートガーディアンだ。このモンスターはサンガとヒューガの2体だけで合体しているのね。原作でもスーガが破壊されても2体で戦うことができていたから、2体分の合体モンスターがそれぞれ実装されたんだぜ。3体揃わなくても最悪2体だけで合体できるのは強みだわ。でも2体だけだと原作みたいに結構弱体化しちゃうんじゃないの？そんなことないぞ。確かに攻撃力は2500と大きく下がるし、自分のフィールドのサンガとヒューガを除外する分、合体マシンより召喚もしづらい。フィールドだけでなく手札や墓地からの除外でも出せればよかったわね。それでも効果が強くライフーマシンはサンガ、ヒューガ、スーガのカード名が全て記載されたマジック、トラップカードのサーチが可能。そしてこのカードが相手効果でフィールドから離れた際に、除外されているサンガかヒューガのどちらか一体を特殊召喚できるんだ。サーチ効果に後続の召喚とどちらも優秀な効果だわ。関連マジック、トラップカードは後ほど紹介するがゲートガーディアンデッキの起動役にもなれるし状況に合わせて使っていきたいモンスターだな。ゲートガーディアン同様融合サポートカードで素材は揃えられるし、後続を残せるなら他の合体マシンたちの融合素材を確保もできるわけだ。続いては風水マシンゲートガーディアンだ。今度はヒューガとスーガが合体したモンスターね。攻撃力は2450とレベル9にしては低めで召喚にもフィールドからの除外がいるが、1ターンに2回まで相手が発動したマジック、トラップカードの発動を無効にできるぞ。2回も無効系の効果はターン1制限が多いのに2回も無効にできるのはかなり抑制できるわ。先行でこのカードを出しておくだけで相手の動きを制限できるんだぜ。コストもないから手軽に無効にできて助かるわね。ただ、無効にできるのはフィールドで発動するカードだけなので、墓地や手札から発動するカードには気をつけよう。それでも強い効果だと言えるわ。このカードもフィールドから離れるとヒューガかスーガを呼べるため、除去系のカードが来てもあえて無効にせず後続を呼ぶこともできるぞ。他のガーディアンたちにも言えるけどバトルフェーズ中に相手に除去されても、後続を呼んでそのまま殴っていけるのは強力よね。そして次が水雷マシンゲートガーディアンだ。サンガとスーガの合体モンスターも当然あるわよね。攻撃力は2550で1ターンに2回まで相手モンスター1体の攻撃力を、ターン終了時までゼロにできるぞ。これでバトルで負けることがなくなるわね。この効果は相手ターンにも使えるため攻めにも守りにも活用できる効果なんだ。フリーチェーンだしこれは強い。そしてこのカードもフィールドから離れるとサンガかスーガを呼べるんだぜ。どの合体版も効果が強力で使い勝手のいいものが多いわね。3体合体させてもいいし状況に合わせて2体合体させて、展開を進めていってもいいぞ。臨機応変に動けるようになっていて戦術の幅も広がっているわ。ゲートガーディアンに関連するモンスターは他にもいくつかいてな。この迷宮の10魔戦車なんかは手札、デッキ、除外ゾーンのサンガ、ヒューガ、スーガのうち1体を永続魔法カード扱いでマジック、トラップゾーンにおける。このカードは原作でも登場していた迷宮の魔戦車のリメイクカード。迷宮兄弟が使用した他のカードたちも多数リメイクされたんだ。これは迷宮兄弟も喜びすぎて神入るレベル。個性奪うな。永続魔法カード扱いでもゲートガーディアンの素材にできるのね。モンスターゾーン限定ではないので大丈夫だ。相手の除去から守られることもあるしモンスターゾーンを圧迫しないのも助かるな。ウィジャ版が出せないんだけど、どんなデッキ組む気だアホ。冗談は置いといてこの効果は原作の箱を彷彿とさせるわね。マジック、トラップゾーンを置くことで箱状態をイメージさせるのはうまいよな。マジック、トラップゾーンに置いた3マシンは先ほどの2体で合体するマシンモンスターの素材として使えるので召喚を大きく補助してくれるぞ。これで各合体マシンモンスターも出しやすくなるのは嬉しいわ。10魔戦車はリリースなしで召喚可能で召喚したターンは攻撃できないが、3マシンを揃える補助をしてくれるし他のカードと組み合わせれば除去効果もある。ゲートガーディアンを強化するための効果を備えてリメイクされたのね。リメイク元は融合モンスターだったけどこちらでは、ただの効果モンスターになっているのも興味深いわ。次に紹介するのが迷宮に潜むシャドウグール。こっちはシャドウグールのリメイクカード。リメイク元は自分の墓地にいるモンスターにつき攻撃力が100上がったわね。リメイクだと手札から捨ててデッキからラビリンスボールカードのサーチ、それとバトルのダメージステップ時にラビリンスボールがあると、墓地のこのカードを除外して相手モンスターの除去ができるぞ。サーチ効果とモンスターの除去効果か。除去効果はバトル補助に使えそうだわ。それとラビリンスボールって、迷宮壁ラビリンスボールのことよね。原作でもこのモンスター自体がフィールドを迷宮に変えてしまい、かなり特殊なカードとして記憶に残ったな。ただ、サーチ効果で持ってくるのはこのカードではなく、ラビリンスボールシャドウというカードだ。このイラストは原作でもあったやつだわ。迷宮壁を自在に動き回り遊戯たちを苦しめたな。フィールド魔法で元々のレベルが5以下のモンスターは召喚時に攻撃できず、1ターンに1度、3マシンのどれかをマジック、トラップゾーンに置けるぞ。このカードも3マシンを揃えるために活用できるのね。ゲート
トガーディアンテーマは最上級レベルのモンスターが多いため、このカードで相手の攻撃を制限しつつ素材を揃えられるのが強いんだ。これは早めに貼って準備に使っていきたいわ。相手の攻撃力1600未満のモンスターを除去することもできるし、ゲートガーディアンデッキを組むならぜひ採用しよう。除去効果は原作の奇襲能力をイメージしていそうね。除去、展開に欠かせないカード間違いなし。他にもマジック、トラップカードが追加されており、その一つがこの魔風衝撃波だ。確かゲートガーディアンの攻撃技の名前なのよね。厳密にはサンガとヒューガのみのゲートガーディアンの技名だが、原作の技が元ネタだな。速攻魔法でゲートガーディアンモンスターがいる時に除去効果があるのと、墓地のこのカードを除外してデッキか除外ゾーンから3マシンを持ってこれる。除去にサーチ、サルベージ、これは強いわ。ゲートガーディアンがいるうちは除去効果でサポートして、墓地に行ったら今度は次の3マシンを持ってくるのに活用できるわね。効果に無駄のないカードと言えるだろう。次はフォースのリメイクカードであるフォースオブガーディアン。一見イラストはフォースに似ているけど背後にゲートガーディアンがいるのね。自分のライフポイントが相手より低い場合相手のライフポイントを半分にして、ゲートガーディアンモンスター一体の攻撃力をアップできるぞ。かなり原作の効果に近づいたわね。相手のライフポイントが多いほど強化ができるな。それだけじゃなく一気にライフポイントを削れるかもしれないわね。ライフポイントが相手より少ないと発動できないのでライフポイント管理には気をつけよう。ギフトカードでライフポイント上げまくるわ。もっと他に方法あるだろ。このカードは墓地から除外することで魔風衝撃波同様、3マシンを手札に持ってくることもできるんだ。このカードも3マシンのサーチや再利用に使えるのね。魔風衝撃波やフォースオブガーディアンは3マシンのカード名があるから、ライフマシンゲートガーディアンでサーチできるわ。ぜひ召喚してサポートカードをサーチしていこう。トラップカードでは地雷雲の餌食という永続トラップカードが登場。地雷雲も迷宮兄弟が使っていた高火力アタッカーだったわね。発動後にレベル5の攻撃力2100、守備力100のモンスターとなり、伏せていたゾーンの正面のモンスターゾーンに召喚。その際にこのカードと同じ縦列にいる相手モンスターを破壊できるんだ。原作でも特定の場所に踏み入れたモンスターを破壊していたから、特定のゾーンという形で模倣しているのかな。縦列だけなのは扱いづらいわね。単にトラップモンスターとしても使えるしフリーチェーン除去なのも優秀だぜ。コストもほとんどないしそう考えると悪くないのか。当然このカードも3マシンのサーチ、サルベージ効果があるしな。墓地に送って使うこともできるわね。そんな感じでゲートガーディアンの関連カードが多数実装され、格段に強化されたわけだ。やっぱり召喚しやすくなったのが一番大きいわ。誰でもゲートガーディアンで好きに殴れる時代が来たのね。環境レベルといかないまでもカテゴリ化で一気に飛躍したわけだな。そんなゲートガーディアンだがさらに強化を得ることになるんだ。マジで？もう時代がゲートガーディアン求めるレベル。ゲートガーディアンに強化が入ってからわずか1ヶ月後に、ファントムナイトメアが登場。このパックにゲートガーディアンの新規カードが2枚収録されたんだ。立て続けに2枚の新規カードが追加されたのね。追加されたのは闇の守護神ダークガーディアンと、ダークエレメントの2枚となっている。ゲートガーディアンがダーク化したような感じなのかな。ダークと名がついているように闇属性で攻守が3800あるのが特徴だ。ゲートガーディアンよりさらに攻撃力が高いわ。ルール上、ゲートガーディアンとしても扱う効果外テキストの他に、通常召喚はできない、ダークエレメントでの召喚か自分の手札、フィールド、墓地、除外ゾーンの3マシンを1枚ずつデッキに戻すことで手札、墓地から特殊召喚ができるぞ。3マシンは関連カードなどによって揃えやすくなっているから、召喚条件は案外簡単に満たせそうだわ。除外された3マシンを再利用もできそうで噛み合いは悪くないかも。手札から出してもいいし墓地に落としてから釣り上げてもいいな。その他にも戦闘破壊耐性とダークエレメントの効果で召喚した場合は、他のモンスター効果と相手が発動した魔法カードの効果を受けなくなるんだ。ただでさえ攻守が高いのにバトルでも破壊されない上に、トラップカード以外ではやられないですって？無限包容とか一部のトラップカードにさえ気をつけていれば、相手にとって脅威となるわね。アタッカーとしては十分だし場持ちもいいカードだな。ところで先ほどから上がっていたダークエレメントというのは、どんなカードなの？墓地にゲートガーディアンモンスターがいる時にライフポイントを半分支払い、手札やデッキからゲートガーディアンモンスターを特殊召喚できるんだ。ライフポイントを大きく失う可能性はあるけどエクストラデッキも含めた場所から、強力なゲートガーディアンモンスターを呼べるのは便利だわ。召喚条件を無視できるからこれで合体マシンゲートガーディアンや、ダークガーディアンなどを展開していけるぞ。強力なガーディアンを呼んだ後、フォースオブガーディアンを発動して、一気に畳みかけても面白いわね。また、このカードも他のガーディアンサポートカード同様、墓地から除外して3マシンのサーチ、サルベージが可能だ。つまりこのカード自体もサーチがしやすいということだわ。ゲートガーディアンの展開力向上のためにぜひとも採用したいんだぜ。ダークエレメントでダークガーディアンを出して、ゲートガーディアンともども戦力にしていきたいわね。ちなみにこの2枚も GX で登場していたカードなんだよ。あら、そうだったっけ？先ほどのタップデュエル？その通りでゲートガーディアンが破壊された後に、迷宮兄弟がダークエレメントでダークガーディアンを召喚したんだ。ゲートガーディアンを倒したと思ったら今度はダークガーディアン。まさに全門のスレイプタイガー、後門のシルバーフォング。例えわかりづら。
迷宮兄弟はダークガーディアンで10代のエレメンタルヒーローテンペスターを攻撃してダメージを削るなど再び10代たちを追い詰めていく。ゲートガーディアンより性能が上だからしのぐだけで精一杯だわ。しかし、最後はショーガパワーボンドを使い、強化されたユーフォロイドファイターを召喚して勝負を決めたぞ。さすがに10代とショーが勝ったけどダークガーディアンは破壊されなかったし、強さの片鱗を見せることはできていたわね。この時のダークガーディアンが OCG 化したのは嬉しいことなんだぜ。ところでダークガーディアンってゲートガーディアンモンスターだけど、ゲートガーディアンっぽくないわよね。これはこれでかっこいいしこういうガーディアンがいてもいいと思うぞ。2種類のゲートガーディアンを駆使して暴れてみたいわね。今回はゲートガーディアンについて解説したが、霊夢どうだった？昔は使いづらかったけど強化が入ったことで実用性が上がって、デッキを組んでみたくなったわ。古くから存在し遊戯王を代表するカードの1枚だし、今度も強化が入ってほしいよな。私たちも迷宮兄弟みたいに、ゲートガーディアンデッキでタップデュエルしましょうよ。じゃあデッキ組むか。その前にバリカンを。やっぱやめるわ。あとこの画像で一言くれ。どうぞお通りください。門番仕事しろ。みんなもコメントで答えてちょうだい。マリサをうならせる回答をよろしくね。ご視聴ありがとうございました。次はライトガーディアンを。